ジグザグ編みはその構造上、比較的たくさんの毛糸を使うように思えますが、実際のところどのくらいの量を使うのか調べてみます。基準として10センチ ×10 センチの編み地を細編みで編んだらどうなるのかをまず見ておきましょう。今回使った毛糸とかぎ針の場合、細編みでは1段18目で22段編むと10センチ ×10 センチの編み地になりました。この細編みの1段の目数に対して1倍と2倍の目数でジグザグ編みをしてみましょう。1倍というのは編み地が伸びきった状態で細編みと同じ長さになる目数で、2倍というのは編み地が全く伸びていない状態で細編みと同じ長さになる目数です。また細編みでは22段で10センチでしたが、ジグザグ編みでは14段編んだ時に10センチになりました。それぞれの編み地の重さを測ってみます。結果は細編みが 6.9g、ジグザグ編みが 4.6g と 9.1g。つまり、ジグザグ編みに必要な毛糸の量は、細編みと比べておよそ 0.7 倍から 1.3 倍の間だと言えます。思ったよりも少ない数字になるのは、ジグザグ編みの編み目の高さが細編みよりも高くなり、段数が少なくて済むからです。また、この数字を元に考えると、細編みの1段の目数に対して 1.5 から 1.6 倍でジグザグ編みをすると、両者は同じくらいの毛糸量になるはずです。実際28目 ×14 段でジグザグ編みをすると 7.1g となり、だいたい細編みと同じくらいになりました。参考として他の編み方とも比べてみると、10センチ ×10 センチの編み地を編むのに、中長編みの場合は18目 ×12 段で 5.7g、長編みの場合は18目 ×8 段で 4.8g 必要でした。ジグザグ編みの目数と毛糸量の関係はこのようになります。ジグザグ編みの毛糸量を長編みと同じくらいにしたければ1段の目数を1倍に、中長編みと同程度にしたければ 1.2 倍に、細編みと同程度にしたければ 1.5 から 1.6 倍にという言い方もできますね。以上、ジグザグ編みに必要な毛糸の量の検証でした。極端に大量の毛糸が必要というわけではないというのは良い点ですね。ご視聴ありがとうございました。